こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は花王です。洗剤や化粧品で知られる会社ですが、花王の根っこには石鹸を作る科学と暮らしの困りごとを見つめる研究があります。顔を洗う一個の石鹸から清潔、美容、衛生、そして産業向けの科学へ、身近な棚の奥にある長い研究の物語を見ていきます。物語の入り口は1887年の東京です。長瀬富郎が洋小物を扱う長瀬商店を始めました。明治の日本では海外から入ってくる品物が新しい暮らしの象徴でした。しかし輸入品は高く、品質の良い国産品をどう作るかが大きな問いになっていました。189年、花王石鹸が発売されます。花王という名前はこの石鹸に由来します。高品質な国産の化粧石鹸を届けたい。その思いの裏側には、原料を選び、香りや色を整え、品質を安定させる技術がありました。ここから花王の研究の道が始まります。当時の石鹸はただ白く固めれば良いものではありませんでした。肌に触れるものだからこそ、品質、香り、使い心地、価格が問われます。花王の源流には、生活者が毎日使える品質を国内のものづくりで実現しようとした姿勢があります。1934年、花王は家事科学研究所を設けます。名前の通り、家事を経験や勘だけではなく、科学で考えるための場所です。洗濯、台所、掃除、肌の手入れ、毎日の小さな不便を研究のテーマに変える。この姿勢が花王らしさを作っていきます。花王の物語で大切なのは研究室だけではありません。生活者の声です。汚れが落ちにくい。手間を減らしたい。肌や髪を気持ちよく整えたい。そうした声を聞き、研究へ戻し、商品や仕組みへつなげる。この往復が日用品の会社を強くします。汚れを落とすには、まず汚れを知る必要があります。油、汗、ほこり、繊維、硬い水、温度。洗うという行為の中にはたくさんの科学があります。花王は石鹸の会社から汚れと素材を研究する会社へ少しずつ姿を変えていきました。洗浄の世界では原料と界面の理解が重要です。水と油の間、布と汚れの間、肌と泡の間、見えない境目をどう扱うかが使い心地や性能を左右します。ここで育った科学の知見は家庭用品だけでなく産業向けの素材にもつながっていきます。戦後の暮らしが変わる中で洗濯、台所、住まいの清潔は大きなテーマになりました。家庭の中で使われる日用品は毎日買われるものではありませんが、毎日の暮らしに深く入り込みます。花王はこうした生活の反復の中でブランドと信頼を積み重ねました。花王の事業は家の中だけにとどまりません。髪、肌、入浴、口元、汗や匂いへの配慮など、体のケアにも広がっていきます。ただし、ここで大切なのは効果を強く生きることではありません。会社として日々の身だしなみや習慣を支える領域を広げてきたという見方です。化粧品の世界では科学だけでなく感性も問われます。肌の研究、香り、色、使い心地、ブランドの物語。花王は生活に近い日用品の会社でありながら、利用という感情に近い領域にも踏み込みました。そこには研究とブランド運営の両方が必要です。サニタリーや育児の領域も暮らしに深く関わります。ここでは安心や快適さを支える商品やサービスが求められます。けれども、衛生や健康を扱う言葉は慎重でなければなりません。花王を見るときは、生活の場面を支える事業として落ち着いて捉えます。2006年、花王は金棒化粧品を取得します。これは利用領域を大きく広げる転機でした。化粧品は単に容器を並べれば良い事業ではありません。ブランド、研究、販売、海外展開、顧客との長い関係が重なって会社の新しい顔を作ります。1985年、花王石鹸株式会社は花王株式会社へ社名を変えます。石鹸という言葉を社名から外したことは象徴的です。会社はもう石鹸だけの会社ではありませんでした。洗浄、美容、衛生、科学へ広がる
暮らしの研究会社へ向かっていました。カーオは日本の暮らしだけを見る会社ではありません。アジア、欧米、様々な地域で生活習慣、肌や髪の好み、流通価格、規制は変わります。日用品の海外展開は同じものをそのまま置くだけでは進みません。地域ごとの暮らしを読む力が必要です。花王には生活者向けの商品だけでなく、ケミカル事業というもう一つの顔があります。油脂、海面活性剤、機能材料、情報材料。家庭の棚では見えにくいものですが、産業の現場では重要な素材です。ここに石鹸から始まった科学の広がりがあります。例えば情報材料の領域では、トナー、インク、研磨や洗浄に関わる材料などが登場します。私たちが店頭で見る日用品とは違い、企業同士の取引の中で使われる素材です。カーオは暮らしの表側と産業を支える裏側の両方に足場を持っています。日用品と科学の会社にとって環境対応は避けて通れません。原材料、包装、水、エネルギー、廃棄物。カーオはサステナブル素材や循環に関わる取り組みを掲げています。ただし、ここでも言い切りすぎは禁物です。公式に確認できる取り組みとして慎重に見ます。現在のカーオは中期経営計画 K27 を進めています。掲げるビジョンは未来の命を守ることです。持続可能な世界に必要な会社になること、投資で強い事業へ変えること、人の力を最大化すること、日用品の会社が未来の暮らしをどう守るかが問われています。では、翔平の小さな帳簿を開きます。花王を見るときは売上の大きさだけでは足りません。生活必需品に近い事業、利用のように感性が動く事業、産業向けの科学事業、それぞれ成長の速さも利益の出方もリスクも違います。2025年12月期の連結売上は1兆6886億円でした。数字だけを見ると大きな日用品メーカーに見えます。しかし、その中身は洗濯や住まい、体のケア、化粧品、業務用、科学と分かれています。大切なのは金額よりも柱の違いです。2025年の売上構成では、ハイジーンリビングケアが 32.5%、ヘルスビューティケアが 25.7%、化粧品が 15.5%、ビジネスコネクティッドが 2.3%、ケミカルが 24.0% です。生活者向けと産業向けが同じ会社の中にあります。2026年第1四半期の売上は4132億円でした。営業利益は449億円。親会社の所有者に帰属する利益は310億円です。会社はこの四半期について、売上も利益も前年同期を上回ったと説明しています。2026年通期の会社予想では、売上は1兆7500億円、営業利益は1820億円です。予想は未来を保証するものではありません。会社がその時点で見ている地図として、実績、進捗、事業環境と分けて読む必要があります。2026年第1四半期の海外売上比率は 46.4% でした。カラオは日本の会社ですが、見るべき市場は日本だけではありません。アジア、欧米、為替、原材料、各地域の消費の変化が会社全体の数字に影響します。第一の鍵は生活必需品に近い事業です。洗濯、住まい、冷静、体のケアは暮らしに深く関わります。需要が急に何倍にもなる世界ではありませんが、毎日の習慣に入り込む怖さがあります。価格改定やブランド力もここで重要になります。第二の鍵は美容と化粧品です。この領域は機能だけでなく、気分、自己表現、ブランドへの信頼が関わります。景気や訪日需要、海外市場の変化も受けます。花王にとって化粧品は成長の可能性と難しさの両方を持つ分野です。第三の鍵はケミカル事業です。家庭の棚には見えにくい事業ですが、産業向け素材は会社の重要な柱です。原料価格、海外需要、半導体や情報材料の動き、環境対応のニーズ。日用品とは違う景気の波を受けるため、分けて見る必要があります。第4の鍵は研究開発と生活者の声です。カラオの強みは研究室の技術だけでなく、
生活者の小さな困りごとを拾い上げる力にあります。汚れ、肌、髪、使いやすさ、包装、香り、小さな不満を研究テーマへ変える力が長く事業を支えます。リスクの一つ目は原材料とコストです。油脂、化学原料、包材、エネルギー、物流、人件費。日用品は生活に近いわけ、価格を上げると消費者の反応も出ます。価格改定と需要のバランスは利益を見る上で重要です。二つ目は為替と海外事業です。海外売上がある会社は現地の需要だけでなく為替の影響も受けます。円安や円高は売上や利益の見え方を変えます。海外展開は成長機会である一方、地域ごとの競争や規制も伴います。三つ目は化粧品需要です。化粧品は日用品よりも景気、観光、流行、ブランド評価の影響を受けやすい領域です。黒字化や成長が進んでも需要の変化には注意が必要です。完成に近い事業ほど信頼を失うと戻すのに時間がかかります。四つ目は規制と表示です。衛生、健康、美容に関わる商品は言葉の使い方がとても大切です。効能を断定したり、医療のように見せたりすれば信頼を損なう可能性があります。企業は研究、品質、表示をセットで管理する必要があります。五つ目は環境対応です。包装、詰め替え、原材料、二酸化炭素、水、廃棄物。日用品と化学の会社は環境負荷と向き合い続けます。環境への取り組みは重要ですが、効果を課題に言わず、実績と課題を分けて見る姿勢が必要です。今日の鍵を3つにまとめます。1つ目は、花王は石鹸から始まった会社だということです。高品質な国産石鹸を作ろうとした姿勢が、原料、品質、使い心地へのこだわりを育てました。2つ目は、家事を科学した会社だということです。洗濯や掃除はただの作業ではありません。汚れ、素材、泡、香り、使いやすさを研究することで、日々の暮らしに近い事業が広がりました。3つ目は、生活者向けと産業向けの2つの顔です。家庭で見える商品と工場や産業で使われる素材。花王はその両方を持つことで、暮らしの表側と裏側に関わる会社になっています。そして最後に、投資家が見るべきなのは一つの商品名ではありません。生活必需品、美容、科学、海外、研究、環境対応。これらが同じ会社の中でどう組み合わさるかが、花王を読む鍵になります。今日の日本株式会社物語は花王でした。次に洗面台や洗濯機の近くで日用品を見るときは、その奥にある石鹸の歴史、家事を科学する研究、そして産業を支える科学の道を思い出してみてください。翔平でした。また次の物語でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。